こんにちは。ゼロから行政書士第66回です。前回は民法の債権の記述式を演習しました。解除から担保責任まで一緒に書いてみました。今回もその続きとなる演習会です。テーマは民法の10件の記述式の実践演習です。4つの設問を一緒に解いていきます。書き方の型を思い出しながら手を動かします。型の力を抜いて一緒に書いていきましょう。まず、今日の演習の流れを整理します。民法の物件でよく問われる論点を選びました。一つ目は、不動産の20条との設問です。同じ土地を2人に売ったとき、誰が勝つかを考えます。二つ目は、即時取得の設問です。権利のない人から買った動産を守れるかを考えます。三つ目は、無付権的請求権の設問です。自分のものを占有する相手に何を言えるかを考えます。四つ目は、共有の設問です。共有するものをどう扱えるかを考えます。四つの設問を通して書く力を鍛えましょう。次に演習の進め方を確認します。各設問は4つの段階で見ていきます。はじめに出題で問いをつかみます。次に考え方で骨組みを整理します。その上で40字ほどの考案例を示します。最後に採点で意識したい点を確認します。考案例はあくまで一つの書き方の例です。記述の採点基準は公表されていません。ですから、考案例や採点の話は目安として受け取ってください。設問に入る前に考える柱を整理します。物件の記述でも4つのことを順に確かめます。はじめに誰が誰に主張するのかをはっきりさせます。次に何を主張するのかという中身を選びます。対抗なのか返還なのか同意なのかを決めます。その上で主張を支える要件が揃うかを見ます。要件とはその主張が認められるための条件です。最後に要件が揃うとどんな効果が生じるかを書きます。この4つの柱でどの設問も同じように解けます。それでは演習へに入ります。テーマは二重衝突と対抗要件です。出題を確認します。A さんが同じ土地を B さんと C さんに売った場面です。先に登記をしたのは C さんだとします。この時 B さんは C さんに勝てるかが問われています。考え方に進みます。不動産の実権の変動は登記がないと第三者に対抗できません。二重に譲り受けた二人は互いに対抗し合う関係に立ちます。この関係では先に登記を備えた子が確定的に権利を得ます。考案例を示します。B は C と対抗関係に立つとまず述べます。B は登記がないため C に所有権を対抗できないと結びます。採点では対抗関係と登記という言葉が鍵になります。続いて演習割るです。テーマは即時取得です。出題を確認します。B さんが本当は他人のものである動産を買った場面です。売った A さんには実は処分する権利がありませんでした。この時 B さんが所有権を得られるかが問われています。考え方に進みます。取引によって動産の占有を始めた人を考えます。その人が平穏公然で善意無過失であることが必要です。この要件を満たせば無権利者からでも所有権を得られます。これを即時取得と言います。考案例を示します。取引により善意無過失で占有を始めたとまず述べます。B は即時にその動産の所有権を取得すると結びます。採点では取引行為と善意無過失という言葉が鍵になります。次は演習3です。テーマは10件的請求権です。
出題を確認します。A さんの持ち物を B さんが正当な理由なく占有しています。この時 A さんは B さんに何を言えるかが問われています。考え方に進みます。自分に所有権があり、相手が理由なく占有する場面です。所有者はその占有者に物の返還を求めることができます。これを所有権に基づく返還請求権と言います。誰に対して言うのかをはっきりさせるのが大切です。公案例を示します。A は所有権に基づきとまず述べます。占有する B に対しそのものの返還を請求できると結びます。採点では誰に対する返還請求かが鍵になります。最後は演習2です。テーマは共有物の扱いです。出題を確認します。一つのものを何人かで共有している場面を考えます。そのものに手を加えるとき、誰の合意がいるかが問われています。考え方に進みます。共有物への行為は重さによって決め方が変わります。物を大きく変える変更には共有者全員の同意が必要です。日常の管理は自分の価格の過半数で決めます。壊れたところを直すような保存は各自が単独でできます。公案例を示します。変更には共有者全員の同意がいるとまず述べます。管理は自分の過半数で決すると結びます。採点では全員の同意と過半数という言葉が鍵になります。ここで40字にまとめるコツを確認します。記述は短い字数で結論まで書き切る必要があります。まず、誰が誰に何をという骨組みを決めます。次に、その主張を支える要件を一つ二つ選びます。そして、要件と効果を一つの文でつなぎます。説明を足しすぎると、字数がすぐに足りなくなります。ですから、余分な言葉を削り、結論を先に置きます。骨組みができれば、あとは肉付けするだけです。次に、採点で意識したいことを整理します。記述では、鍵となる言葉を落とさないことが大切です。対抗要件や善意無過失などの言葉を必ず盛り込みます。また、誰が誰にという主語と熟語を揃えます。主語と事語がねじれると意味が伝わりにくくなります。ただし、公案例はあくまで一つの書き方の例です。記述の採点基準は公表されていません。ですから、ここでの話は目安として受け取ってください。ここで今日のクイズです。正しいのはどれでしょうか？権利のない人から動産を買った場面を考えます。A は即時取得という内容です。B は対抗要件という内容です。C は実権的請求権という内容です。少し考えてみてください。正解は A です。善意、無過失などの要件を満たせば即時取得が認められます。対抗要件は二重譲渡での優劣の話なので B は誤りです。実権的請求権は自分のものを取り戻す話なので C も誤りです。今日のまとめです。民法の図権の記述を4つ演習しました。二重譲渡では先に登記を備えた方が対抗できます。即時取得では善意無過失などの要件が鍵になります。凡無権的請求権は誰に返還を求めるかをはっきりさせます。共有では変更は全員、管理は過半数で考えます。どの設問も誰が誰に何をという軸で整理できます。要件と効果を短くつなぐ練習を繰り返しましょう。ここまで民法の図権の記述式を演習しました。対抗要件から共有まで書いてみました。誰が誰に何をという軸で考えると答えが安定します。同じ設問を繰り返し書いてみてください。次回は基礎知識の文章理解に進む予定です。
文章の並べ替えや空欄補充などの解き方を学びます。知識ゼロでも確実に得点できるコツをつかみましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。